世の中いろんな不幸なことがありますよね。今日はそういう不幸を断つという話です。こんにちは。全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正也です。ご視聴ありがとうございます。やはり生きているといろいろなことが起こりますよね。なんか楽しいなと思ってぼーっと過ごしていると、急にパソコンが壊れたりとか、何か困ったことが起こったり、あるいは何かめんどくさいことに巻き込まれたりすることがあったりしませんか？そんな時にはこれと言って不幸撃退スプレーとか販売すれば売れるかもしれませんね。シューッと一吹き不幸が消えるみたいな、これってドラえもんの世界でしょうかね。これはブレークリンでした。ちょっと違いますね。これは油を落とすのにすごく優れているので、まだ使ったことない方はぜひお使いいただければと思います。シールを貼る前なんかにこれできれいにするとシールがとてもきれいに貼れます。関係ないんですけど。それで本編に戻ります。困ったことをすぐに解決するのってみんなが望んでいることですし、人類の進歩もそういう思いが根本にあるのかもしれません。どうしてこういう話をしているかというと、あなたに起こる不幸の原因と、これから不幸に巻き込まれないための予防策についてお伝えしようと思うからです。といっても、不幸撃退スプレーのように簡単に不幸から逃れるという話ではなくて、そもそもどうして不幸になるのか、どうしてそういうことが起こるのか、そしてどうすればそれを防げるのかということについてお話をします。いわゆる仕組みというか、この世界のシステムのようなものを理解することによってその対策をしましょうという内容です。不幸撃退スプレーのように速攻で効果があるようなものはないと思いますけれども、原因を探って解決することは可能です。では不幸の原因って何でしょう？不幸か。原因って何だろうって思いますよね。不幸と一口に言ってもいろいろなものがあるし、原因もいろいろあるんじゃないかな。全部に共通した原因っていうのはあるのかなと思うかもしれません。実は全部に共通した原因というのはあります。それを一緒に考えてみましょう。一緒にと言っても話をしているのは私だけですね。今度ぜひ遊びに来てくださいね。さて、不幸の原因を考えていくわけですが、では不幸ってどんなものがあるんでしょうか？例えばお金を落とした、誰かに怒られた、友達と喧嘩をした、怪我をした、いつも食べていた定食屋のメニューがなくなった、雨傘を持って出かけた日に限って雨が降ったことがない、机の上でお茶をこぼした時には必ず大切な書類があるとか、そういうことですね。ちょっと後半はマーフィーの法則っぽいですね。マーフィーの法則はご存知ですか？バターを塗ったトーストがバターが塗ってある方を下に落ちる確率はカーペットの値段に比例するみたいな法則です。何にしても不幸と感じるものっていろいろとありますよね。通常不幸を感じないための最強の呪文としては、気にしない気にしないというものもあります。お金を落とした、気にしない。友達と喧嘩をした、気にしない。大怪我をした、気にしない。いや、それもちょっと無理ですよね。痛いの痛いのどんだけレベルです。不幸なことって気になります。でも確かに不幸を不幸と思わなければ人生から不幸はなくなります。さて、不幸の原因については、実はカルマの法則というものがあります。究極的には不幸の原因は自分で作り出して自分に返ってくるという法則です。もちろん愛を広げれば愛が返ってきますし、良いことをすれば良いことが返ってきます。ちなみに、この本ではカルマについては結構長く解説があります。172ページから183ページぐらいです。電子書籍版ですと第3部生きる技術の第2章、
存在の技術の中のカルマと存在の技術のところです。以前の動画でも何回か取り上げていますが、今日は不幸の連鎖を断つというテーマで話をします。過去の動画ではカルマの法則の解説が多かったんですが、どうしたら不幸の原因になっているカルマの呪縛から逃れられるのかというのが今回の内容です。どうして不幸や苦しみがあるのでしょうか。成長するために必要だという人もいますが、ない方がいいですよね。それに楽に楽しく過ごしていても人は成長します。不幸や苦しみと成長は関連がありません。不幸や苦しみの原因というのは自分が行った行為が返ってきているだけです。それによって成長するのではなくて、それによって良くない行いが終わるということです。カルマの法則の善悪というのは自分に返ってきた時に嬉しいものと困るものという判断が普通だと思います。それと雪だるま式というようなこともあります。何か悪いことが起こるとしましょう。例えば誰かに悪口を言われたとしますね。それでカチンときて言い返す。そうすると相手も言ってくる。そして大喧嘩になってしまう。そこで発した負のエネルギーというか、周囲を緊張させるようなものがあると、それがあなたに戻ってきます。そしてそれが戻ってきた時に嫌な気持ちになって、また誰かの悪口を言ったり、自暴自棄的な行動をしてしまって、それがまた返ってくる。いわゆる負の連鎖です。良いことの連鎖だと、例えば誰かを助けてお礼を言われて気分がいい時に友達からプレゼントをもらってさらに気分が良くなって、そんな時に宝くじが当たったりするかもしれません。良いことの連鎖は楽しいですね。こういう楽しいことの連鎖を続けるためには、不幸の連鎖を断ち切ることが大事です。不幸の連鎖を断ち切るには、影響を受けない自分になればいいということです。それは超越瞑想を実践することで、そういう自分になることができます。それは心の中が至福で満たされるようになるからです。何かあなたに悪いこと、嫌なことが起こって、それに反応して良くないことをしてしまうということってありますか？それがなくなるのは、心が常に平安で幸せな状態になっている時だけではないでしょうか。普段誰かの悪口を言ったり、パワハラをしてしまう人っていうのは、本人の幸福度が低いせいだと思います。悪口を言うなとかパワハラするなと言っても、その人が幸福でなければやめることはできないと思います。それなので超越瞑想を普及させることで、多くの人が幸せになれば社会も幸せになると思います。不幸の連鎖を断つには、みんなで瞑想するといいだろうなって思っています。はい、今日の動画は以上です。もしこの動画が興味深かったと思われましたら、チャンネル登録やいいねで応援してくださるととても嬉しいです。また超越瞑想に興味を持たれた方は、お近くの瞑想センターで無料の説明会が随時行われていますので、ぜひご参加いただければと思います。すでに超越瞑想を学ばれている方は、瞑想のチェッキングを受けるのもいいと思います。またコミュニティもありますので、ぜひご参加いただければと思います。説明欄に URL を貼っておきます。皆様のお役に立てるように、また皆様が楽しく過ごせるような動画を作っていこうと思います。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジェイグルです。そんな時にはこれと言って、違う。そんな時にはこれ、不幸撃退スプレーとか販売すれば売れるかもしれませんね。シューッと一吹き不幸が消えるみたいな。もう一回。シューッと一吹き不幸が消えるみたいな。シューッと一吹き不幸が消えるみたいな。シューッと一吹き不幸が消えるみたいな。これってドラえもんの世界でしょうかね。